アイリットの MBTI がなかなか面白い結果に、こんなに偏ってるグループも珍しい。サバイバル番組、RUNEXT から誕生したハイブレーベルの新人グループ、アイリット。可愛らしい妹のような雰囲気のグループとして大人気ですよね。夢かはふわふわな雰囲気も素敵ですが、6月2日 K-WAVE に出演した時の大人っぽいスタイリングがたまらなく刺さりまくりました。特にふわふわリボンからの大人モカさんは反則者です。そんな可愛いを詰め込んだようなアイリットの MBTI を調査してみると、あるパターンの性格タイプが半分以上を占めていることが明らかに。また I 型、内向的が大半でもあるアイリットの優しさやメンバー愛であふれるエピソードもご紹介していきます。MBTI 診断はマイヤーズ・ブリックスタイプ診断の略称で、自己申告型のテストから16タイプの性格に当てはめて診断するものです。韓国ではこの MBTI 診断が大流行しており、芸能人をはじめ K-POP アイドルも漏れなくこの診断を受けています。MBTI 診断は個人の性格や傾向を理解する手段として広く利用されており、韓国では特に若者を中心に人気が高まっています。K-POP アイドルが MBTI 診断を受けることで、ファンが韓国アイドルたちの性格や思考パターンをより深く理解し、親近感を感じることができるので、ファンとの絆を深めるのに役立っています。推し楽では以前にルセラフィム、エスパ、G アイドル、IVE、ニュージーンズ、トゥモローバイトギャサー、エンハイフンの MBTI とメンバーの性格についてもご紹介しておりますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。それでは早速アイリットのメンバーの MBTI 診断結果を見ていきましょう。ユナの MBTI 診断結果は ENFP です。ENFP の特徴は自由を愛し、社交的で心が広いタイプ。誰に対しても偏見なく友達になれ、人間関係や日常生活を充実させることを大切にしている。唯一の E 型でアイリットのリーダーユナ。その優しさや仕事に対する姿勢でアイリットの他のメンバーを温かく包み込んでいます。アイリットレディでもリーダーらしい一面が見られました。料理がうまくできるか不安なミンジュに、できるよ、大丈夫、上手じゃんとリーダーらしく励ます様子にファンもほっこりしたのではないでしょうか。またメンバーへ書いた手紙を読むシーンでもミンジュが今回も手紙が短くなっちゃったと絵文字のようにしょんぼりしていると、すかさずユナ姉さんがよかったよとの一言。ユナ姉さんはいつもメンバー一人一人のことを考えた言葉選びをしていますね。というかミンジュもユナが声をかけてくれるのを待っているんじゃないでしょうか。ユナって本当にメンバーを思いすぎてそんなところが大好き。ミンジュの MBTI 診断結果は ISTP です。ISTP の特徴は好奇心旺盛で合理的な判断が得意。新しいアイデアを試行錯誤しながら探り、現実的な解決策を提案します。一方で衝動的な好奇心があり、興味を突然変えたり計画を立てずに行動することも。言葉よりも行動で自己表現する傾向があり、周囲からは行動派と見られることが多いです。普段は相方らしくおとなしく心優しいミンジュ。しかしアイリットに密着したコンテンツでは謎な行動が多いことでも有名です。ファンたちはそのミンジュの普段とのギャップに心を奪われているんだとか。あるコンテンツ動画では急に謎な動きをするミンジュさん。カメラを見ながらリズムに乗って縦に揺れています。ただミンジュが揺れているだけの動画なのですが、可愛すぎてたまらん。なんだか本物のペンギンみたいです。というかサラッサラのツインテールが最高です。天使の輪ができるほどツヤッツヤの髪質が羨ましい。普段はおとなしいミンジュだからこそ気を抜いた時に見せる行動にキュンとしますね。謎行動すぎるミンジュさんも可愛いです。ペンギンみたいだね。ウォンヒの MBTI 診断結果は ISFP です。ISFP の特徴は好奇心旺盛で探求心が強いです。斬新なアイデアを生み出し、情熱的に取り組むことも。フットワークが軽く新しいことにチャレンジしますが、長期的な計画を立てるのは苦手。自己表現を重視し、個性を存分に発揮。感性豊かで人の気持ちを察することが得意。一方で感情的になりやすく批判には影響されやすいことも。アイリットの5人中3人が同じ MBTI というのはまさに ISFP のこと。さてここからは ISFP 祭りです。大冒険家のアイリットには3人の ISFP がいます。まず1人目はウォンヒ。素直で感性豊かな性格で知られるウォンヒ。人の気持ちや周りをよく観察しており、韓国の人気音楽番組 Mnet でも ISFP らしい一面が見られました。デビュー曲のマグネチックで1位を獲得し、番組の最後に生歌を披露するシーン。
歌う前に皆で他のアイドルグループへお辞儀をした後歌い出すのですが、曲のサビ部分で自分は端っこへ移動、いろはを真ん中に移動させ、他のメンバーが目立つように配慮をしていました。ウォンヒ自身も目立ちたいはずですが、グループ全体のことを考える優しいウォンヒだからこその行動にファンも涙です。ウォンヒちゃん、いろはを真ん中にして自分は端っこに行ってて優しい。モカの MBTI 診断結果はウォンヒと同じく ISFP。アイリットの ISFP2 人目はモカ。可愛くてスタイル抜群なだけでなく謙虚で優しい一面も。デビュー前のモカはいろはに対し、ダンスも歌も上手な上に韓国語まで上手ですごく可愛かったから怖かったとのこと。ただ今は妹みたいないろはと同じグループのメンバーになれて本当に幸せといろはの実力を尊敬するだけでなく感謝を述べました。いろはの実力に嫉妬してもおかしくないですが、謙虚にいろはを尊敬するモカは優しさで溢れていますね。アイリットレディで同じ日本人メンバーのいろはへ思いを綴った手紙を読むシーンでモカの ISFP らしい性格が現れています。モカロンやっぱりいいな。ちなみにケミ名の由来とエピソードはこちらで要チェックです。いろはの MBTI 診断結果も ISFP。アイリットの ISFP ラストはいろは。最年少で泣き虫なことでも知られているいろはですが、完璧主義で頑張り屋な一面も。これまでの経験を踏まえて感じた困難を乗り越えたエピソードを取材で質問された際に次のように答えていました。ダンスや歌を上手くなりたいのに練習の仕方が分からず辛かった経験があります。ただできない部分を何度も時間をかけて繰り返し練習すると結果につながることを知りましたし、努力は裏切らないんだと感じることができました。自分自身の中に限界を作ることなく自分ならできると信じて突き進むいろはが最高にかっこいいですね。いつもかっこよくて可愛いいろはさん。半数が冒険家はもう大冒険確定じゃん。ユナ ENFP なの分かりすぎる。民事控えめですごい優しいから INFP とか ISFP っぽいのに ISTP なのギャップがすごい。ウォンヒって周りにも気を配れてそっと寄り添ってあげる優しさともともと純粋無垢だから練習生。ファンにも好かれるんだな。モカサンドを見なくても声だけで性格良いのは溢れてる。さらにいい人になろうと努力までしてるなんて。改めていろはのビジュアルもダンススキルも好き。いかがでしたでしょうか。メンバーの理解が少し深まりましたか。 MBTI は一つの参考にはなりますが、もっともっとアイリットの沼は深いはず。今後も解明に努めたいと思います。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。